社内コンペで俺がサポートを務める新人社員が壇上で固まっていた。一向に始まらない発表に社員のみんなは心配そうにしている。資料のデータが。データ？確かに資料に記載されていた数値は記憶していたものとまるっきり異なっていたのだ。おい、どうしたんだ？準備ができていないのか？研修担当の社員がたまらず声をかける。他の社員もざわざわとし始めていた。おい、もう5分しか残ってないぞ。データ不備なんて、そんな初歩的なミスしてどうする？いつまでも学生気分じゃ困るんだよ。大きな声でヤジを飛ばされ、彼女はうつむき、泣くのを必死にこらえていた。このままでいいはずがない。俺は立ち上がった。待ってください。5分もあれば十分です。俺は元データの入ったパソコンを持って壇上に立った。俺に任せて。それからの出来事は、俺も今は新入社員である彼女にとっても人生を大きく変える転機となる。俺の名前は阿賀田健。新卒入社した印刷会社で働き始め、もう7年ほどになる。主な業務は、受注した印刷依頼の確認と、印刷部への発注。基本的には、マニュアルにのっとった作業で、数は多いが、ただただ単純な仕事である。俺は大きなミスこそしないが、大した業績もない。可もなく不可もない。社内では目立たない存在だ。単純作業だけで功績を上げることはほぼ不可能である。もっと上を目指したければ、営業部や開発部への移動を半期ごとの面談で申し出、そこで結果を出せばいいのだが、俺は最初に配属された部署で現状を維持し続けていた。阿賀田さんってもう入社長いよね。ずっと同じ仕事で飽きないのかな？同期の仁尾さんなんてもう課長なのにね。まあ、仁尾さんは新人の頃から注目されていたらしいけどね。だって東大卒でしょ？この会社にとっては願ってもないエリートだもの。阿賀田さんってどこの大学だっけ？前聞いたけど、大学出てないらしいよ。通信高校卒だってさ。ああ、それじゃあしょうがないね。そんな言葉が女子トイレの中から聞こえてくる。何がしょうがないのだろうか。通信高校卒だから出世欲がないことなのか。通信高校卒だから同じ仕事に飽きないのか。仕事の良し悪しに学歴は関係ないと思うが、偉そうなことを言えるほど俺は仕事ができるわけでない。俺は今のままでいいと思っているし、通信高校卒なのも事実だ。だからといって悪口を言われるほど悪いことをした覚えはないのだが、まあ会社への貢献度が低い俺は周りから見て悪なのかもしれない。別にそれでもいい。与えられたこと以上の仕事をしてもきっとろくなことにならないのだから。俺は聞こえないふりをしてその前を通り過ぎた。新年度を迎え、新人社員がやってきた。その中に目を見張るほど美人な女性がいた。名前は南雲玲香さん。花が咲いたような笑顔で挨拶をする姿を見て、きっと彼女は人気者になるだろうとなんとなく思っていた。しかし、俺の予想は大きく外れることとなる。数ヶ月間の研修中に彼女と関わることがあったのだが、俺が行っているような単純作業でさえ時間を要していた。丁寧に業務をこなそうとするがゆえに時間がかかりすぎる。そして時間に追われミスをする。その繰り返しだ。つまり要領が悪い。システムやメールで来た依頼を振り分けるだけでも一苦労で、そんな彼女は周りから浮いてしまっていた。
他の新入社員はテキパキと簡単な作業から応用までこなし、先輩の補助として活躍し始めている頃にも、彼女は未だ事務作業に音を上げかけていた。そんな南雲さんは明らかに同期から白い目で見られていた。なんであんな子がこの会社にいるの？私の友達は不採用だったのに、と愚痴を漏らしているところに居合わせたこともある。そして新入社員が同期みんなで飲み会だと定時で帰っていった後、南雲さんだけはパソコンにかじりついていた。飲み会に行かないのかと尋ねると、仕事が終わったらおいでと言われたそうだ。結局、彼女の手が止まった時刻は午後9時。飲み会はもうお開きになっているだろう。社内いじめだと言われないのは、会社の空気感も原因の一つであると俺は思う。ミーティングで課長の仁尾は、仕事ができない自覚があるやつは誰よりも努力しないとな。会社に貢献できないなんている価値のないただの給料泥棒なんだから。などという始末。彼女の肩身は徐々に狭くなっていた。まだ新人の南雲さんにこんなストレスを与えても何にもならない。頑張ろうと思えるどころか気力を失うだけだろう。仁尾の目的は彼女のやる気を促すことではなく、仕事ができないとこんな扱いをされるんだぞ、と他の社員に釘を刺すためなのかもしれない。他の新入社員たちを、お前たちは本当にできるやつだな。早い昇進目指して頑張れよ。と鼓舞するほどだ。まだ社会人1年目の彼女がそこまでひどい扱いを受ける理由がわからない。俺は昼休憩の時、彼女を昼食に誘った。南雲さんは現在俺の部署に研修で仮配属されていたため、不審には思われなくてほっとした。疲れた顔してるけど大丈夫？大丈夫ではないと分かっていながらも、俺はそれとなく尋ねてみる。しかし彼女にとっては深刻な問題だったようだ。私、こんなに自分ができない人間だとは思いませんでした。泣き出しそうな声に慌てる。ここまで思い詰めているとは思わなかった。同期のみんなは一流大学卒で、私だけ三流大卒なんです。それだけでも壁を感じていたのに、いざ仕事となるとその差が歴然で、みんなはステップアップしているのに、私はいつまでもうまくいかなくて、初めからこんな感じだなんて、あがたさんも呆れてますよね。彼女の言葉は真剣そのものだ。同時に彼女自身が偏見を持ってしまっているんじゃないかと思った。南雲さんは学歴のせいで萎縮してるの？え？周りの少なくとも社会一般の人は君を学歴や勉強の出来不出来で判断しない。実力や意欲を評価するんだ。君の同期のみんなは確かに偏差値は高いだろうし、数字や語学に強いかもしれない。でもそれは努力しているからで、今も会社のことを勉強しているんだ。誰もサボってなんかいないだろう？はい。みんな努力しているから結果が伴う。君も頑張っていることは知っているけれど、自分は三流大学だからダメなやつなんだって一線を引いて諦めてしまっているんじゃないかな。確かに、いつもみんなは頭がいいから自分よりできる。どうせ私なんかって思っていました。だったら、まずは自分に自信を持つことだよ。南雲さんはすべてが丁寧だ。報告書も、掃除も、データ整理も。とても良いところだけれど、質と速度のバランスを頭に入れて動いたらいいんじゃないかな。多少雑になっても、君のクオリティなら誰も文句は言わないと思うよ。つらつらと語ってから、自分だって周囲からの評価が低いことを思い出す。何を偉そうに。
まあ、俺が言うのもなんだけどね。一意見として聞いてくれれば嬉しいな。すると、南雲さんは目をキラキラとさせて俺を見ていた。いえ、あがたさんのお話、とても勉強になりました。なんであれ丁寧に、完璧にしなきゃって思い込んでました。バランスが大事なんですね。どうやら何かのスイッチが入ったらしい。それからの南雲さんは、人が変わったように仕事の効率が良くなった。円滑にクライアントとの話を進めるコツや、書類のまとめ方など、わからないことはどんどん周りに聞いていき、着実に知識を吸収しては自分の経験にしていった。彼女は決して学歴の壁を理由に怠けていたのではない。努力の方向がわからなかっただけだ。南雲さんの同期も彼女を見る目が少しだけ変わったのか、仕事を頼んだり頼まれたり。俺の目から見てそれなりに円滑な人間関係を構築していっているように感じた。1ヶ月ほどが経ち、今度は南雲さんから昼食に誘われる。あがたさんのおかげで、最近同期のみんなと打ち解けたり、先輩から褒められるようになりました。ありがとうございますと頭を下げる南雲さんに、俺はよかったねと返事をした。俺は礼を言われるようなことなんてしてないよ。南雲さんが頑張ったからだ。いえ、あがたさんのアドバイスがなかったら、私は前のままでした。あがたさんが心配して声をかけてくださって、本当に救われたんです。大げさだとは思ったが、きっかけになれたのなら素直に嬉しいと思う。そう言ってもらえて何よりだよ。これからも応援してるね。ありがとうございます。それで。南雲さんが食事を終えた机の上に数枚の資料を置いた。社内コンペの案内だ。ジャンル、内容問わず誰でも参加自由で企画を提案できる機会が年に2度ほどある。研修中の新入社員にとっては課題の一つで、コンペの出来や結果次第で正式な配属部署が決まるのだ。まさに研修の集大成を披露する場である。一緒に出ていただけませんか？え？俺？はい。要項には一人での出席でなくても問題ないと書いてありました。もちろん企画や当日の進行は私が行います。研修課題でもありますから。ただ、ぜひあがたさんにアドバイスをいただきたくて。俺なんかに頼んでもそんなにいいことないと思うよ。俺よりも別部署でもっと頼りになる先輩がいると思うんだけど。それは参加されたくないということでしょうか？あ、いや、そういうんじゃなくて、君のためを思って言ってるだけだよ。せっかくこれまでの努力を見せる機会に、俺が口出しするなんて。あがたさんのお話のおかげで、私は自分でもわかるほどに変われたんです。ご自身を卑下しないでください。卑下か。かつての南雲さんも自分なんかって言っていたな。今の俺はあの頃の彼女と同じだ。あんなに偉そうなことを言っておいて、自分の番になると尻込みするなんて都合が良すぎるかもしれない。悩んでいると頭上から声をかけられた。おや、珍しい組み合わせだな。仁尾だ。社員食堂なので出くわすことはよくある。しかし今の彼は俺たちを見てニヤニヤと笑っていた。いや、珍しくもないか。無能同士でお似合いだし。その言葉にカチンとくる。散々彼に馬鹿にされてきたから、俺は今更どうこうは思わない。しかし、南雲さんも対象となると話は別だ。俺のことはいいけれど、南雲さんにまでそんなことを言うのは上司としてどうかと思うぞ。新人のやる気を損なう発言は慎んだらどうだ。
管理職なんだからさ。以前から思っていたことをつい口にすると、仁尾は一気に不機嫌そうな顔になり、声を荒げた。はぁ？同期でまだ平社員のお前が俺に口答えすんのか？どこにそんな権限があるんだよ。無能だから無能だって言って何が悪いんだ。事実だろうがよ。言い方が良くないって言ってるんだ。彼女の頑張りも見ようとしないで。だから無能が偉そうに言ってんじゃねえよ。その大声に食堂中が水を打ったように静かになる。注目の的になった仁尾は舌打ちをし、その場を去った。少しずつ賑わいを取り戻した空気の中、南雲さんは俺に頭を下げる。かばっていただいてありがとうございます。いや、思ってることを言っただけだよ。君は気にせず、いつも通り頑張ればいいからね。はい。仁尾さんってどうしてあんなに厳しいんでしょうか。いえ、厳しいことが悪いのではなくて。言葉を探す南雲さん。低学歴や自分が認めない人間への差別がひどいと言いたいのだろう。まあ、俺ができない人間なのは事実だからね。あいつにとっては俺は欠点だらけだから煩わしいんじゃないかな。そんなことありません。私が入社してから一番気にかけてくれたあがたさんに欠点だなんて。ありがとう。南雲さんは優しいね。私、悔しいです。あがたさんがあんな風に言われるの。資料を持ったままの手に力がこもる。お願いです。一緒にコンペに出てください。そして、無能だとか言っている人たちを見返したいです。彼女の意欲的な姿に、俺は驚いた。こんなに頑張ろうとしている後輩を、さすがに突き放すわけにはいかない。わかった。俺もできる限り手伝うよ。一緒に頑張ろう。はい。ありがとうございます。それから俺は、南雲さんのサポートとしてコンペに向けて共に奮闘した。新入社員がコンペで発表する課題は新たな企画開発だ。俺は過去のコンペの結果やヒットした企画、商品などをまとめて南雲さんに渡す。南雲さんはそれらをもとに自分が思いついた案がこの会社にふさわしいかを精査していく。出世欲も秀でた特技もない俺だが、社歴だけはある。彼女の作った資料を監督し、修正やアドバイスを加えたり、発表の練習に付き合ったりした。他の新入社員たちも、それぞれ先輩についてもらい、準備に励んでいる。そして、一般社員ももちろん、業務と並行してコンペに備えていた。頻繁に夜遅くまで準備している南雲さんは疲れた顔をしているが、泣き言も弱音も吐かない。ただひたすらにコンペを見据えて努力していた。そんな彼女の姿を見て、俺もできる限りのサポートをしていたが、水を差す者がいた。仁尾だ。お前たちがいくら頑張ったところで散々な結果になるだけだよ。二人で打ち合わせをしている最中、声をかけられる。仁尾はすでに勝ち誇った表情で俺たちを見下していた。俺も今回のコンペに参加する。俺の企画と比べられるなんてお前たちもかわいそうだよな。いくら頑張ったところで俺の足元にも及ばないんだから。何か言いかけた南雲さんを制し、俺が前に出る。コンペの内容を評価するのは仁尾じゃないだろう。俺たちを罵っても何にもならないぞ。はぁ？お前ら自分たちの状況を理解してるのか？底辺の学歴と三流大学のコンビが場違いにも俺と同じコンペに出るんだぞ。辞退した方がお前たちのためだ。辞退はしない。まずもって南雲さんの課題なんだからな。そうでなくても人が頑張っている姿を見て
そんなことを言うニオのおかげで余計火がついたよ。ねえ、南雲さん。彼女は笑顔で大きくうなずいた。俺たちに嫌味は通じない。俺たちの頑張りも企画の良さも自分が一番わかっている。何も知らないニオに馬鹿にされたってどうとも思わなくなっていた。諦めの悪い負け犬が、どうせ後で後悔するくせに生きがりやがって。ニオはブツブツ言うと廊下に出て行った。これで俺たちに絡まなくなるといいんだけどな。あがたさん、今回もありがとうございました。ニオさんに負けないように頑張ります。その意気だよ。実際問題、頭が良く、課長の立場であるニオに勝てるかはわからない。しかし、彼女にとってコンペの結果はさして重要な問題ではないのだ。企画の立案や発表の方法を学び、他者から刺激を受けて成長すること。これが彼女の経験となり、今後の活躍につながる。そうすれば彼女の勝ちなんだから。あ、そうだ、南雲さん、ここの計算なんだけど。俺はニオを意識の外に追いやり、打ち合わせの続きを再開した。そして迎えたコンペ当日。朝一番から大会議室で行われる。南雲さんの発表は新人社員の中で一番最後だった。持ち時間10分でみんな素晴らしい発表をしていて努力が伝わってくる。明らかに緊張している南雲さんだが、あれだけ練習したのだから大丈夫だと俺は自信満々だった。南雲さんの名前が呼ばれ、彼女は右手右足、左手左足を同時に出しながら壇上に上がり、俺は段下のパソコンの前に座った。彼女の話す内容に合わせて、俺はスクリーンに映し出す資料映像を変えていく役目だ。昨晩最終調整し、今朝打ち出した資料を掲げ、発表が始まるというところで、彼女の目が大きく見開かれた。初めて見た資料に目を通すかのように、次々とめくっていく。一向に始まらない発表に、社員のみんなは心配そうにしていた。南雲さん、どうしたの？小声で声をかけると、南雲さんははっとしたように俺の顔を見た。資料のデータが。データ？言われて、俺も手持ちの資料に目を通す。すると、これまでの売上値や予測数値が記憶していたものとまるっきり異なっていたのだ。なんだこれは。まさかと思い、スクリーンに映す予定の資料を確認すると、こちらも数値が変わっている。きちんとデータが保存できていなかったのか、入力ミスなのか、不具合なのか。いや、今は原因を探っている場合ではない。大急ぎで自分のフォルダを開く。発表用の社内サーバーに保存していた発表用資料とは別に、データを計算した元の資料が存在するのだ。発表用のデータこそないものの、データの根拠資料は存在する。ただ、計算前の状態であり、一覧で表示されているだけだ。6桁の数字が何列も、そして様々にグループ分けされている。おい、どうしたんだ？準備ができていないのか？研修担当の社員がたまらず南雲さんに声をかける。他の社員もざわざわとし始めていた。データがおかしくて。データ？直前に確認していなかったのか？はい。バックアップは？ないです。素直に答える南雲さんに、みんながため息をつく。確かに今の話だけ聞くと、南雲さんの準備不足だと思われてもしょうがない。ありえないミスだと思われるかもしれないが、
そういった細かいミスでも、次からはちゃんと用意しような、とアドバイスするのが先輩であり上司じゃないのか。どうして誰もが呆れているのかわからない。まあ、確認を怠った俺にも非はある。直前まで自分の仕事をするんじゃなくて、南雲さんの様子を見てあげればよかった。だから、俺が何とかしなければ。おい、もう5分しか残ってないぞ。データ不備なんて、そんな初歩的なミスしてどうする？いつまでも学生気分じゃ困るんだよ。大きな声でヤジを飛ばす仁王に、南雲さんは萎縮する。時間の無駄だ。もうやめろ。その一言で、みんなが次の資料を見始める。南雲さんはうつむき、泣くのを必死にこらえていた。このままでいいはずがない。俺は立ち上がった。待ってください。5分あれば十分です。俺は元データの入ったパソコンを持って南雲さんの隣に立つ。そして部屋の端にあったホワイトボードを引っ張ってきた。俺に任せて、一緒に発表しよう。データの部分は俺が計算してそのまま言っていくよ。え？皆さん、大変お待たせしました。データ不備でご迷惑をおかけし申し訳ございません。こちらのホワイトボードを使って発表させていただきます。俺が目配せすると、南雲さんはうなずき、残りの時間で必要な箇所だけをうまくピックアップしていった。それを横目に、俺は画面上の数字を目に入れていく。単純な足し算、引き算だけで出したデータではない。今から数式をエクセルに打ち込んでいる暇もない。だから暗算の方が早いのだ。データの話になった途端、俺は入れ替わってホワイトボードに数字を書き込んでいく。昨年度までの売上と予想されていた期待値、そして受注の満足度と、画面を見ながら頭で叩き出した数字を表にまとめていく。少々字が汚いが、そこは許してもらいたい。そこで、先ほど南雲さんがおっしゃったように、印刷紙の種類を増やしてほしいという多くの要望から、計30種類の用紙の値段をそれぞれ比較検討し、売上との差額を検討した結果。ねえ、あがたさんのあの感じ、暗算してない？いやいや、あの数字を一瞬で計算するなんて無理でしょう。でも、いちいち画面見ながら数字書いてるよ。そんなひそひそ声を聞き取れるほど、俺には余裕があった。だって、こんな単純な計算、いとも簡単だ。というわけで、以上が根拠です。南雲さん、最後はよろしく。はい。私は、このプロジェクトに大きな可能性を感じています。そしてそれは、みんなが力を合わせて成し遂げられるものです。翻訳サービスについては、例えば、同期の山本さんは、とても語学に長けていて、資格も持っています。俺？突然名前を口にされた山本くんは驚いている。宮山さんは、デザイン力が素晴らしく、ポスターのテンプレート作成には大いに貢献してくれると思います。私？南雲さんは自分の案を実行に移すために、どんな能力の人間が社内にいて、大いに期待できるかという根拠を述べていった。彼女がいかに周囲を観察し、人の良いところを見ているか、それをどう活かしたいか、根拠を限られた時間の中で説明した。以上で発表は終了です。ご清聴ありがとうございました。南雲さんと俺が頭を下げると、これまでは形式的に行われていた拍手が大きく熱のこもったものになっていた。湧き起こる会議室に南雲さんは驚いている。俺としては当然の結果だと思ったが、野暮なことは口にせず、
お疲れ様とだけ言ってねぎらった。そして新入社員の発表がすべて終わり、以降は既存の社員たちによるコンペが行われた。トップバッターは仁尾で、彼らしい、いささか無理はあるが、利益を重視した内容のものだった。悪くはない。いつもなら彼の案が採用されるはずだった。しかし最後の公表で経営陣がいくつか話し合った結果、南雲さんの案を詰めていこうということになったのだ。信じられないと言いたげな表情の南雲さんと彼女を称える同期たち。初コンペでこれだけの結果を残せる人は珍しい。きっと社員のみんなは彼女を見直してくれるだろう。そんなお祝いのような空気を壊したのは仁尾だった。ふざけるな。おかしいだろ。こんな無能の新人の案が通るなんて。立ち上がり、声を荒げる仁尾。みんなが彼を見て固まった。データが壊れたなんて演出のうちに決まってる。あんな計算がすぐにできるわけないだろ。茶番だ。インチキだ。こんな奴らが採用されるなんておかしいです。決定を下した経営陣に向かってそう主張する仁尾。第一、このあがたはみんなと違って通信高校卒なんですよ。俺たちにとっては無能なんです。そんな奴があんな計算即座にできるわけありません。言っていることはめちゃくちゃだが、俺を落とし、その勢いで自分の案を押し通そうとしている。ため息をつき、尻滅裂な彼の言い分を論破しようとしたが、俺より先に南雲さんが立ち上がった。あがたさんは無能なんかじゃありません。きっとこの会社の誰よりも賢くて優秀な方です。驚いた。彼女が俺のために声を出すなんて。はぁ？あがたが優秀なわけないだろ。自分に優しい奴の肩を持ちたいだけの奴が。お言葉ですが、仁尾課長の IQ はおいくつですか？ IQ？ 測定されたことはないでしょうか？かくいう私も測定経験はありません。日本人の IQ の平均は112前後だと言われていますが、あがたさんはそれを大きく上回る200だと伺っています。認定書も拝見しました。200？ そんな数字ありえないだろうが、見え張ってんじゃねえよ。仁尾くん。それまで黙っていた部長が静かな声で仁尾を呼んだ。南雲さんの言っていることは本当だよ。僕もあがたくんの面接時に証明書を見たからね。そんな。そう。確かに俺の IQ は200だ。幼稚園の頃から周囲より語学にも数字にも長けていた俺は、天才、神童などともてはやされた。小学校入学前に英語が読めていたのなんて俺くらいのものらしい。きっと海外に住んでいたならば、飛び級で大学に進んでいたであろうと言われていた小学時代。俺は何もかも退屈だった。学校の授業なんて全く意味がない。俺はとっくに自力で高校生の勉強をしていたし、クラスメイトたちが幼稚に見え、話が合わない。俺は最近の経済や世界情勢、興味があった宇宙工学の話をする相手が欲しいのに、やれ鬼ごっこだ、カードゲームだ。はっきり言って呆れていた。そんな俺には友達ができるはずもない。みんなが俺のレベルに到達できないのなら一緒にいたって無駄だ。そう思い中学校に進んだ。そしてそこでも孤立した。中学生にもなれば、俺の才能に気づいてみんなが俺に合わせようと努力するはずだと思っていたのに、相変わらず周りのレベルは低いまま。なんて思っていた俺はある日気がついた。確かに俺は頭がいいかもしれない。しかし精神年齢は
みんなと何も変わらず、年相応だった。自分の周りを見下す態度が人を遠ざけていたのだと。そんな人間と友達になりたいと思う人なんていない。俺ほどまでとはいかないが、クラスでそれなりに優秀だった男子生徒は誰とでも仲良く接していた。俺の性格が曲がっていただけなのだ。まあ、だからといって、今更友達が欲しいとも思わない。やはり、俺と同じレベルで物を話せない人間といてもストレスになるだけだ。俺は人と関わることが煩わしくなり、合格していた有名私立校へ進学することをやめた。どうせ学校に行っても退屈に違いない。そうして自然と家から出ることをやめていたが、両親からせめて高校は卒業しておいた方が何かと今後の人生で役に立つ。と遠回しに高校に通うように勧められた。確かに家で何もせず生き続けるわけにもいかない。両親が俺を心配していることは十分に伝わってきたため、俺はしぶしぶ近所の通信高校に通うことにしたのだ。俺の通っていた通信高校では、昼間は働き、夜は学校に通っているという人が多くいた。みんな昼間からお金を稼ぐために頑張っていた。自分の夢のために資金を貯めたい人、家族を養うために働いている人、病気をして全日制高校に通えなかった人、これまで出会ったことのない様々な生い立ちを持ち、異なった価値観を持っている人がたくさんいた。そんな人たちが周りにいる中で、俺は自分がただ頭がいいだけの人間なのだということに気がついた。家事はできないし、夢もない。大切にしたい人も特技もない。俺も普通の人間だ。みんなにできないことが俺にはできるが、俺にできないことをできる人もたくさんいる。俺が中学時代に取得した IQ200 のスコアも、ただの個性の一つでしかないのだ。ようやく思考が少しだけ大人になった俺は、クラスメートたちと打ち解け始めた。話を合わせるのは難しいのでは、と懸念していたが、所詮俺は社会を経験していない、ただ頭がいいやつというだけだ。実際に仕事をしている人の話についていけなくなった俺は、愕然とし、自分だってみんなと何も変わらないということを実感し、これまでの態度を悔いた。そんな俺は今の会社に就職し、二度と自分の IQ を人にひけらかさないことを誓った。会社の面接では資格の一環として提出したが、他の社員にわざわざ言うことでもなかった。俺はただ頭がいいだけ。ひけらかしても何の得にもならない。もう学生時代のように人を見下して自ら孤立するような失態を犯したくはない。だから自身の能力を制限した。頭がいいだけの俺は会社で目立つこともなかったし、それでいいと思っていた。しかし、南雲さんにいろいろ教えているうちに、だんだんと己の個性を発揮できるようになった。なぜなら、彼女は俺の意見や物の考え方をすべて理解しようと歩み寄ってくれたのだ。俺が自分の能力を出してもそばにいてくれる人がいる。その事実が俺に自信をつけてくれた。南雲さんと雑談する過程で IQ のスコアもバレてしまったが、彼女は態度を変えることなく接してくれた。これまで何度もあがたさんのことを馬鹿にしていらっしゃいましたが、本当に優秀な人は彼なんです。もう二度と馬鹿にするような発言はしないでください。言い切った南雲さんは恥ずかしさで顔が真っ赤だ。なんだと？新人のくせに生意気なことを。それに、南雲さんは仁尾の言葉を遮った。私のコンペ資料、確かに昨日まで数字は合っていました。あがたさんも確認してくださっています。だから、
故意に誰かが変更を加えたんじゃないかと、そう思っています。そして、その犯人は、失礼を承知で言いますが、仁尾課長じゃないんですか？会議室が一気にざわめく。仁尾は怒りをあらわにし、机を叩いた。お前、自分が何を言っているのか分かっているのか？俺に自分のミスをなすりつけるようなんて、そんな愚かな人間初めて見たぞ。私、仁尾課長が他の人の資料を触っているの何度も見ていたんです。何？だけど、もし私の見間違いだったら、余計なことを言って、また孤立したら、そう思うと怖くて言い出せませんでした。でも、今回の被害者は私です。だから言います。仁尾はこめかみに青筋を立てていた。かと思いきや何やら挙動不審になる。そんな証拠どこにある？でっち上げだったら名誉毀損で訴えるぞ。残念ながら今までのものはありませんが、今回はおそらく今朝手を加えられたのだと思います。IT 化の方に依頼して利用履歴やアクセス履歴を確認すれば結果が出てくると思います。部長、こんな失礼な人間、即刻クビにしてやってください。会社の汚点ですよ、これは。仁尾くん、そろそろ座りなさい。南雲さんも。静かな声で言われ、二人はようやく着席する。仁尾は言いたいことだらけなのか、口をパクパクとさせているが、何も言葉が出てこない。南雲さんの言ったことについては、IT 化に確認してもらえれば良い話だ。ただ、仁尾くんの企画よりも、南雲さんの企画が勝っていたことは確かだよ。ゴンペは終わりだ。みんな業務に戻りなさい。有無を言わせぬ指示で、おのおのが席を立ち、会議室を後にする。仁尾だけがしばらく座ったままうなだれていた。半日後、IT 化から解析の結果が伝えられた。やはり、仁尾が南雲さんのデータにアクセスした履歴が残っていたそうだ。加えて、別の発表者のデータにもアクセスした痕跡があったそうだ。こちらは本人たちが直前に気づいたため、発表の妨げにはならなかったらしい。仁尾はいよいよ言い逃れができず、平社員への降格処分となったが、すぐに自主退社を選んだ。加えて、会社へ損害賠償を支払うことになったとか。彼とそれなりに親しかった同期が俺に教えてくれたのだが、仁尾もずっとプレッシャーを背負っていたらしい。一流大学を出て、若くして課長。そんな経歴による周囲からの眼差しや、家族、友人からの期待。これらに耐え、会社で働き続けていくには他者を蹴落とすしかないと、酒の席でこぼしていたらしい。彼も昔の俺と似たようなところがあると思った。まだ若いのだから、しっかり反省して立ち直ってほしいと少し同情してしまう。一方、南雲さんは、コンペの案が正式に採用されることとなり、俺は彼女の企画を進めるにあたってのプロジェクトリーダーに任命された。南雲さんは同期に完全に認めてもらったようで、今ではよく一緒に昼ご飯を食べたり飲みに行っている姿を見かける。彼女がみんなの良いところを知っていたように、今度は周りが南雲さんの良いところを見つけていってくれればいいと思う。新規プロジェクトが成功を収めたのは、それから1年ほど経った頃だった。見違えるように成長した南雲さんは、周囲から大いに期待され、また新たなプロジェクトに関わり、結果を残し、そうしているうちに、同期の誰よりも出世が早い社員として有名になってしまった。本人はみんなのおかげだと謙遜していたが、間違いなく彼女の実力だ。そんな彼女は光栄なことに、今でも俺に
いろいろとアドバイスを請う。管理職も兼務するにあたって立ち回りをどうすればいいのか。部長にまで昇進していた俺に尋ねてくれたのだ。俺も南雲さんのサポートをするうちに徐々に自分の能力を仕事に発揮していけるようになったのだ。今の俺はできない人を見下すことはない。むしろその人には俺にできない仕事を頼み、バランスよく会社を回している。上に立つ者は当然妬まれることもある。だが敵ではないんだ。相手の気持ちを考えて歩み寄れる人になろう。俺も頑張るよ。俺は半生を振り返りながら彼女に話す。他者を認め、そして自分も認める。簡単に思えてとても難しいことだ。だが、それができれば、一人一人の力が膨大なエネルギーになり、個々では達成できなかった大きな成果になる。過去の自分に、自分一人では何もできないと言ってやりたいが、昔の反省があったからこそ、今の俺があるのかもしれない。人生に無駄なことなどないと、俺はそう思う。これからの人生をもっと有意義にするためにも、みんなと共に生き、共に幸せになっていきたい。それが今の俺の目標だ。父さんが亡くなったのに、なんで葬式来なかったんだ？久しぶりに兄から電話があったと思ったら、父の葬式が行われたとのこと。いきなり問い詰められて、私は混乱した。両親が離婚した後、兄と私は離れて暮らしていた。兄は父についていき、私は母についていった。最近忙しくて、兄とは連絡を取り合っていなかったけど、父が亡くなったなんて、まさか。兄さん、何を言っているの？お前は父さんには随分と可愛がってもらっていたよな。それなのに葬式すら来ないなんて、恩知らずなやつだな。まあいい、許してやるから、母さんとお前の分の香典100万でいいから送ってこい。100万？私が問いかけても、頭に血が昇っているのか、兄は聞こうともしない。私は兄の言葉が途切れるのを待ってから言い返した。兄さん、いくら身内でも言っていいことと悪いことがあるわよ。はぁ？恩知らずめ。いいから早く香典代を送れって言ってるんだ。兄さん、だって父さんはね。その時、私が衝撃の事実を伝えると、兄は電話口で唖然とするのだった。私の名前は田辺舞子。うちは代々地元の特産品を取り扱う会社を経営している。決して大きくはないけど、伝統があり、堅実に事業を続けていて、町を代表する会社として根付いていると思う。地元生まれの母は入社してすぐ営業部員として頭角を現したらしい。次期社長だった父の目に留まり、大きな取引を任されるなど活躍。仕事を通じて仲良くなった二人は結婚して、兄と私が生まれた。父が祖父の後を継いで社長になると、母も役員になって会社の発展に寄与した。子供の頃までは会社も順調で、家族も仲良く本当に幸せだった。会社が主催する花見やバーベキューといったイベントに家族ぐるみで参加して楽しい思い出ばかりだった。将来は兄と私も会社に入って両親と共に働くんだ。そう信じて疑わなかった。しかし、世の中が徐々に不景気になっていったこと、競合する会社が業績を伸ばしたことで、会社の経営に陰りが見えてきた。これまでのやり方を続けていくだけじゃ、先細りは目に見えているわ。大胆な改革が必要だって言っているじゃない。改革が必要だというのは分かっている。しかし、変わりすぎると昔からのお客さんが離れてしまう。不況で厳しい時代であっても、我が社は伝統を大事にしてきた。
伝統を大事にしすぎて会社が傾いているのが現状でしょ？だから、ことを請求に進めるのではなく、よく考えてだな。昔と変わらない堅実な経営を続けたい父。時代に合わせて変わっていくべき、組織の合理化と営業の強化を訴える母。両親が会社の方針をめぐって言い争う機会が増えた。普通なら家に帰れば気分を切り替えられるはず。でも、うちは両親とも同じ会社の社長と役員だから、帰宅しても引きずってしまう。うまくいっている時はいいけれど、経営が苦しくなっている時に家まで一緒なのが良くなかったのだと思う。仲良かったはずの両親は家でも顔を合わせれば喧嘩ばかり。居心地の良かったはずの我が家は全く違う場所になってしまった。学生だった私は家に帰りたくなくて、わざと帰りに時間を潰すようになり、心配した兄が探しに来るほどだった。私が18歳の時、とうとう両親は離婚した。母は追い出される形で会社も辞めることになり、家を出た。すでに入社して働き始めていた兄は、そのまま父と暮らし、私は母についていくことにした。両親が仲違いをするようになっても、兄と私の仲は変わらなかった。年が近い兄弟姉妹は張り合って喧嘩するという。しかし、兄と私は7歳も離れていたせいか、喧嘩した記憶はない。兄は年の離れた妹の私を本当によく可愛がってくれたものだ。母さんと2人だけで本当に大丈夫か？何か足りないものとかあったら送るから遠慮せずに言うんだぞ。うん、どうもありがとう。あと、戸締まりはきちんとするんだぞ。女だけで暮らしているとバレたら大変だからな。もう、わかってるわよ、兄さんたら。いくつになっても、兄は私を子供扱いしていたもの。だから、家を出る時も心配そうな顔で見送ってくれたのをよく覚えている。母は独立して、同じ業種の会社を起こした。社員数人の小さな会社だった。駅前のいい物件に入ったし、社員一同やる気に満ちていると言っていた。ただ、起業するために借金も抱えていて、はじめは苦しい生活だった。人づてに聞いていたのだろうか。兄が気遣って、時々連絡をくれたり、私の好物を送ってくれるのがありがたかった。お母さん、大丈夫？あまり無理しないで。大丈夫よ。会社を軌道に乗せるまでは頑張らないと。母が離婚して独立したのが、私にとっては進路を考える時期だった。私は大学に行かずに仕事を手伝いたいと申し出た。両親が仲良かった頃はよく会社に行って見学していたから、どんな仕事をしているかよく知っていた。高校生になってからは販売を手伝うこともあったから。しかし、母には断られてしまった。学びたいことがあるならば大学に行きなさいと。私は母の言葉に従ったが、全部母に頼るのではなく、奨学金で大学に行くことに決めた。バイトと学業を両立させながらの生活を送った。私も忙しいが、母はもっと忙しそうだ。起業してしばらくは思い詰めたような顔をよく見たから心配だった。それでも2年が過ぎる頃には少しずつ明るさが戻ってきた。前の会社で縁のあったお客さんが母の会社をひいきにしてくれるようになったと嬉しそうに話してくれた。お父さんの会社も悪いところじゃなかったわ。でもね、どうしても昔の体質が抜けきれなかった。社員の奉仕で成り立っていた部分もあったのよね。でもこれからはそれじゃいけない。会社の業績も大事だけど、働いてくれる社員も大事にしたいと思ってる。決算の時期が過ぎて、母はそう言った。ようやく利益が出て、社員に決算賞与を出すことができたのだ。起業してからの苦しい時期を乗り切った。その喜びを社員のみんなと分かち合っていた。
小さな会社なので母は社長でありながら積極的に現場に出てパートに声をかけたり、お客さんとも直接話す。そんな母の姿を見た社員もやる気を出す。客として母の会社を知り、自分も働いてみたいと応募してきた若い女性もいた。父と違い、母はインターネットを宣伝に活用して通販に力を入れている。ネットを通じて会社の評判が広まり、大口の取引も増えた。一方で、父の会社は母が抜けた後も業績は回復できず、右肩下がりが続いているらしい。いつの間にか売上高は父の会社に追いつくところまで来ていたのだ。何人かの社員が父の会社から移ってきて、母は様子を聞いた。父と兄は余裕をなくし、会社の雰囲気はすっかり悪くなってしまったと。その頃、私は大学4年生で卒業後の進路を考えていた。いろいろ悩んだ末、母の会社に入ることを決めていた。母からもっと大きな会社に入ったらと勧められた。全く違う分野の会社に入り、経験を積んでみようかと思ったこともある。でも、やっぱり初心を大切にしたいという気持ちが強かった。4月から予定通り母の会社に入った。右も左もわからない新人です。ご迷惑をおかけするかもしれませんが、精一杯努力しますので、よろしくお願いいたします。何人かは父の会社で見たことのある社員もいて、温かい目で見守ってくれている。しかし、社長の身内であっても、会社では一番下っ端の新人。甘える気持ちは毛頭なかった。頼まれれば、お使いでも倉庫の整理でも何でもやった。学生時代はずっと運動部に所属していて、体力には自信があったから。脳筋と言われようが、私は体を動かしながら覚えていくタイプ。そんな私には営業が向いているようで、3ヶ月の研修が終わると営業部に配属された。先輩について行って得意先を回る日々が続いた。そんな風に進路で悩んだり、入社して仕事に追われていたものだから、父や兄のことを気にする余裕はなかった。だから兄からの連絡が久しく絶えていたことに気づかなかった。無我夢中で仕事に取り組んで1年が過ぎた頃、久しぶりに兄から電話があった。舞子、父さんが亡くなったのになんで葬式来なかったんだ？いきなり電話で問い詰められて私は混乱した。てっきり間違い電話かと思ったくらい。しかし声の主は聞き覚えのある兄だった。兄さん？何を言っているの？家にいる頃は可愛がってもらって散々世話になっていたよな。それなのに葬式すら来ないなんて。母さんとお前の香典100万でいいから送ってこい。兄が興奮してまくし立てるのを聞きながら私は冷静に考えていた。父は60歳になったはず。還暦を迎えれば体のどこかに不調が現れてもおかしくはないのかもしれない。会社が傾いて心労が重なっていたとしても急に亡くなるなんて。いくら離れて暮らしていたと言っても葬儀をするなら事前に連絡の一つくらいあるはず。父の会社が苦しくて兄も大変だったと聞いている。だとしてもいきなり香典100万送ってこいなんて。兄さん、いくら身内でも言っていいことと悪いことがあるわよ。だから、父さんのために今すぐお金を送ってくれよ。頼むよ。そのお父さんだけど、今ここにいるんだけど。私が言った途端、兄は無言になった。電話越しだったから見えないけど、一体どんな表情をしているのか、どんな反応を示しているのか知りたいものだった。しかし、兄は何も言わずに電話を切ってしまった。兄さんから電話があったわ。葬式の香典を送れって。私が知らせると自宅に来ていた父は深いため息をついた。その顔色は大層悪かった。父は私の前で両手をついて頭を下げた。
私のせいで、舞子にまで迷惑をかけてすまなかった。お父さん、やめて。頭を上げて。会社の経営が苦しくなって金策に奔走していた父は突然倒れてしまった。病院で検査したところ、重い病に蝕まれていたことが判明した。手術をしなければならないが、費用が足りない。そこで兄は手当たり次第親戚を回ってお金を工面しようとした。それが思うようにいかずに切羽詰まってきたようで、父の偽りの葬式を語って香典を送らせようとしていたらしい。父はこれが最後かもしれないと思って母と私に会うため特別に医師から許可をもらい、担当看護師を伴って我が家を訪れていた。ひろしに嘘をつかせるまで苦労をかけてしまった。全部私が不甲斐ないせいだ。お前たちにまで迷惑をかけてしまい、本当に申し訳なかった。私に何かあったら、どうかひろしのことをよろしく頼む。あなた、過去にいろいろあった母だが、今更父を責めようとはしなかった。私は先代のやり方を真似ることしか頭になく、お前の意見を聞こうともしなかった。私が間違っていたんだ。苦しそうに喋る父を母は止めようとした。付き添っていた看護師も心配そうな顔で、そろそろ病院に戻りましょう、と声をかける。しかし父は首を横に振った。真剣な表情で最後になるかもしれないから言わせてほしいと続けた。自分は会社を存続させるために数字しか見てこなかった。そのために社員には無理させ続けてきた。結局会社が傾くと社員は次々と離れていってしまった。今になって守るものを履き違えていたことにようやく気づいた。ひろしをはじめ残ってくれた社員には感謝しかない。今度こそ社員を大切にする会社にしていきたい。父は姿勢を改めて母へと向いた。身勝手なことを言わせてくれ。お前がいないと私には会社の経営すらろくにできないらしい。もし自分が回復したらまたパートナーになってくれないか？本来はすぐにでも手術を受けなければ命の危険があるというのに、わざわざ会いに来た父を無下にはできない。母は父の手を握って、じっと父を見つめながら言った。費用は何とかするわ。まずは治療に専念して、あなたが回復したらゆっくり話をしましょう。ひろしのことは心配しないで。そうよ、これが最後だなんて言わないで。目に涙を浮かべた父は何度もうなずいて、ありがとう、を繰り返したのだった。翌日に行われた手術には母も立ち会った。帰宅した母から手術は無事成功したと聞いた私は心から安堵した。その翌々日、私は父の入院している病院にお見舞いに行った。病室に入ると父は眠っていたが、そばで兄が見守っていた。舞子、見舞いに来てくれたのか？私に気づいた兄が顔を上げた。最後に会ったのは何年前だろうか。兄はだいぶやつれて見えた。30代に入ったばかりだというのに、頭に白いものがちらほら見える。会わない間に相当苦労していた様子が伺えた。私は兄の変貌に驚きを覚えたが、黙ってうなずいた。買ってきた花を花瓶に生ける間、ずっと無言だった。手術が成功して本当に良かったわ。そうだな。母さんのおかげだ。それに舞子も。どうもありがとう。兄の隣の椅子に腰を下ろし、なるべく平静を装って話しかけた。以前とは違って、互いに口数が少なく、ぎこちなかった。やはり電話の件が影響しているのだと思う。少しして、兄は意を決したようにうなずくと、私の方を向いた。舞子、すまなかった。兄は頭を下げて謝罪してきた。電話を受けた時は
私も混乱し、戸惑ったのは確か。でも、兄も長い間、父を支え続けて大変な思いをしたのだろう。時間が経って落ち着いたこともあって、私は兄を責める気にはなれなかった。兄さんも大変だったみたいね。でも何もかも全部一人で背負い込もうとしないで。だって、俺は跡取りだから。これからはお母さんと私がついているから。舞子。嘘をつくのは良くない。でも兄が父を助けたかった気持ちはよくわかる。私がうつむいたままの兄の手を取って言うと、ようやく兄はぎこちない笑みを浮かべた。後日、兄が嘘をついてまで金を借りた親戚には、母と兄、私も一緒に謝りに行ってお金を返した。事情を聞いても相手が怒ることはなかった。多分、本当は嘘だと分かっていながらお金を出してくれたのだと思う。むしろ父の手術が成功して、家族が今まで通りに一緒にいることを喜んでくれた。父の回復は順調だった。と言ってもすぐに仕事に復帰はできなかった。その分、両親はよく話し合ったらしい。年度替わりのタイミングで母と父の会社は合併した。母側が吸収する形であったけれど、元の鞘に収まって双方の社員は喜んだ。父に無理させないため、当分は非常勤顧問になってもらった。兄は経理課長、私は営業部の主任を務めている。経理と営業は予算に関して衝突する関係だ。さすがの兄も会社では甘くない。私は兄から予算を引き出すために日々苦労している。社長である母の方針のもと、熱い福利厚生によって社員は大切にされて、生き生きと働ける会社として評判になり、取材を受けるほどになった。おかげで業績も順調に伸びている。紆余曲折あったけれど、今では家族揃って会社を支えている。やっぱり家族は一緒が一番だ。お互いに認め合い、尊重して、これからも家族で会社を支えていけたらいいなと思う。彼女が俺と見合いを？何かの間違いじゃ。手にした書状をもう一度見る。やはり、俺宛てで間違いないようだ。相手は、うちの大手取引先の一つである会社のご令嬢。いろいろな噂の絶えない女性だ。どうして俺なんだ？自分を卑下したいわけじゃないが、俺は潰れかけのオンボロ会社の社長だ。そんな男と結婚したって、メリットなんて1ミリもないのではないか？そんな思いを抱えて挑んだお見合い当日。ご令嬢の美しさを前に緊張していると、真っ赤な顔をした彼女は、潤んだ目をしていった。私、あなたのような人がタイプなんです。そして、俺と彼女の関係は深まっていって、今月もピンチだ。どうしよう。赤文字が並ぶ帳簿を前に、大きな体を縮こませながら、俺は頭を抱えていた。俺の名前は、東和臣、32歳。祖父の代から続く、この東産業を継いで4年になる。代々受け継いできた技術と会社、工場、そして人材。それらを受け継いで、さらに大きく発展させていくつもりだった。しかし、予想もしていなかった流行病や海外情勢の影響もあって、同業者や取引先の事業も縮小していく中、俺たちの会社もその煽りは避けられなかった。次々に切られていく契約に焦った俺は握手ばかりを繰り返してしまった。そして、今の悲惨な状況である。ついてきてくれた従業員たちを路頭に迷わせるわけにはいかない。しかし、すでに出がらし状態の俺の頭では何も思い浮かばず、赤字帳簿からは一旦目をそらしながら、外の空気を吸いに出たのだった。なんだこれ。外で軽く伸びをしようとしたとき、郵便ポストに手紙が入っていることに気づく。
役所などから届く封筒とは違った真っ白な封筒。やたらと目を引いたその封筒に引き寄せられるように手が伸びた。はぁ、おいおい、正気かよ。中に綴られた文面を見て、俺は思わず声を上げていた。差出人は、うちの数少ない大手取引先、今野技研株式会社で、その内容は、今野社長の娘である今野飛鳥との見合い話の打診だったのだ。オンボロ会社の社長宛ての見合い話ってだけでも驚きなのに、お相手があのご令嬢とは。俺はその手紙を読みながら頭をポリポリとかく。今野飛鳥。年は確か、俺とは7歳違いの25歳だったはず。かなりの美人だが、性格に難あり。というか、あまりいい噂は聞かない。男癖が悪いだとか、性格がきついだとか、いろいろ聞きを読んではいるが、中でも有名なのは、妹に対してかなり辛辣で、いびり倒している、というものだ。そのせいで、姉妹仲だけでなく、家族仲も悪いらしい。そんな背景がある彼女が、どうして俺なんかとの縁談を持ちかけてきたのか、不思議だし、正直、そんな悪い噂のある女性との見合い話なんて、到底乗り気にはなれない。とは言っても、俺に断る余地なんてないよな。正直、会社の立て直しの方が重要な俺にとって、お見合いなんてしてる場合じゃないのだが、相手は大事な取引先で、うちの会社よりも規模も大きい。会うこともせずに断るなんて、失礼なことができるような相手ではないのだ。ああ、面倒だな、まったく。気分転換の休憩のつもりだったのに、さっきよりも重い気分になり、盛大なため息と愚痴を吐き出す。したくもないお見合いへの了承の返事をするため、社長室へと重い足取りで戻ったのだった。あれよあれよとことは進み、返事をして数日後、アスカとのお見合いの日がやってきた。趣のある料亭の一室で、俺は慣れない雰囲気に緊張しながら、彼女の到着を待っていた。はてさて、一体どんな悪女が登場するのやら。噂は耳にすれど、一度も姿を見たことがないので、少しばかり興味はある。まあ、どんな女性であろうと、今の俺は結婚する気もないので、この話は何とかして断ろうと思っていた。相手先との関係を悪くすることなく断る言い訳はないかと、考えを巡らしていると、目の前の障子戸がスッと開いた。お待たせいたしました。現れた女性は思わず見とれてしまうほどの美女だった。ただでさえ女性と話す機会の少ない俺はパニック状態に陥った。かっこ悪くどもってしまった俺に対して、彼女は特に反応は示さず、静かに着席する。長いまつげで縁取られた猫のような目は、伏し目がちで表情があまり見えない。しかし、仕草一つをとっても優美で、その美貌と雰囲気も相まって、彼女のいる場所はまるで絵画のようだった。挨拶や自己紹介などを済ませたが、彼女は物静かでほとんど喋らない。俺じゃない。僕は趣味がサイクリングなんですけど、アスカさんはご趣味の方は何か？私は、裁縫が好きです。特に洋裁が。洋裁ってことは洋服を自分でですか？手先が器用なんですね。すごいな。いえ、下手の横好きですから。そんな謙遜しなくても、今度機会があれば見せてほしいです。それはさすがにずうずうしかったですかね。なんとか間を持たそうとする俺が喋るばかりで、会話が弾んでいるとは到底思えなかった。やばい。話題が尽きてきたぞ。30分が経った時点で、すでに俺は限界だった。口数は、俺も多くない方だが、彼女の無口さは、それを上回っている。性格が悪いという噂を聞いてはいるが、それを出さないように口をつぐんでいるのだろうか。本当にお見合いを望んでいるのかと、
疑問に思うほど、静かで淡々とした彼女の態度に俺は次第にげんなりしてきた。いくら相手が美人でも、こんな調子で結婚生活を送られたらたまったものじゃない。それでもなんとか彼女の言葉を引き出そうと俺なりに努力したのだが、結局この日、アスカはほとんど喋ることもなく、時間が来てしまい解散となった。噂の真偽どころではない。今野アスカという人間が一体どんな人なのか、ほとんどわからないままだった。間違いなく破談だろうな。そう思っていたのに、彼女からまたお会いしましょうとの連絡が来た。彼女なりに楽しんでいたのか、それともこの縁談をまとめたい何かがあるのか。彼女の真意は俺にはさっぱりつかめないまま数日が経過した。この日、俺は様々な業界のトップが参加するパーティーに参加していた。オンボロ会社の社長である俺にとって縁遠い場所なのだが、昔からお世話になっている社長さんに誘われて参加することになった。会場も大きく、そこに集まる人たちは社長のオーラ満載といった人たちばかりで、俺は完全に気遅れしていた。むしろ参加したことを後悔するほどのレベルの場違いさにいたたまれなくなって、会場の隅っこに避難しようとしていた時だった。少し離れたテーブルに青とピンクのドレスを身にまとった二人の女性がいた。一人はワインの入ったグラスを持ち軽やかに笑い、もう一人はじっと動かない。何気なくその二人を見ていた俺は思わず驚きの声を上げた。動かない方の女性は先日の見合い相手、今野アスカだった。彼女も参加していたなんてな。じゃあもう一人の顔を確認しようと目を凝らしたその時、アスカがテーブルに置かれた水の入ったグラスを持ち、そしてキャ女性の悲鳴が上がる。アスカが女性めがけて水をかけたのだった。グラスを持つアスカの華奢な手には力が込められ、かすかに肩が震えていた。水をかけられた方の女性は一瞬呆然としていたが、次の瞬間、その大きな瞳に涙が溢れてくる。お姉ちゃん。その言葉から、水をかけられた女性はアスカの妹の今野マナだと分かった。一瞬の出来事に周囲も驚き固まっていたが、マナの涙声を聞いて数人がマナの元へと駆け寄っていた。これが噂の妹いびりか。ひどいな。パーティーということで華やかにメイクアップされたマナの顔も髪も、そして愛嬌のある可愛らしい顔立ちの彼女に似合っているきらびやかなドレスもびしょ濡れだ。そんな彼女を一別すると、アスカはきびすを返してその場を去っていった。謝罪の言葉も口にしないままだ。深い青色のドレスを着た。彼女の後ろ姿が遠ざかっていく。いきなり水をかけるなんて、普段からあんな感じなのでしょう。妹さんが気の毒だわ。周りからはそんな会話が聞こえてくる。水に濡れたマナは周囲にいた人たちに介抱されながら大粒の涙をこぼしていた。そんなマナを気遣うように、マナさんは悪くないよとみんなが優しく声をかけていた。ざわざわした会場の中、いびりの現場を着せずして目撃してしまった俺の気分は最悪だった。一度とはいえ、会って話したことのある人間のあんな姿を見るのはかなりこたえた。ああ、もう帰ろう。居心地の悪さもマックスになった俺は、帰宅を決め、会場からそそくさと退散する。外へ出て冬の澄んだ空気を深く吸って吐く。何度か深呼吸を繰り返し、いくらか気分がマシになった俺は、車へと向かう道中、先ほどの場面を思い出していた。お見合いの時はそんな風に見えなかったけど、やっぱり猫をかぶってただけだったのか。今野姉妹についての情報がほとんどない俺には、姉妹間の確執なんてさっぱりだが、水をかけるなんてよほどのことがあったのだろうとは思う。それとも、
あれが日常茶飯事なのか？だとしたら、彼女と結婚した場合、俺も毎日のようにあんな目に。やっぱりあの話は断ろう。頭の中で広がった悲惨な結婚生活予想を振り払うように頭を振る。こんな気分の時には甘いものだ、と帰りにコンビニでも寄ろうかと考えていた時だった。少し遠い場所、駐車場に備え付けられた薄暗い電灯の下にうずくまった人がいた。具合が悪いのだろうか。声をかけようとさらに近づいた時、その人が着ている服に目が留まる。見覚えのある深いブルーのドレス。今野さん？思わずつぶやいた俺の言葉に、その人物はピクリと反応する。目の前にいたのは今野飛鳥、その人だった。12月の半ば、しかも夜も遅く、気温はだいぶ下がっている。よくよく見れば、耳や指先が寒さから赤くなっているし、体もカタカタと震えている。俺は自分が着ていたコートを急いで脱ぐと、彼女に羽織らせる。コートも着ずに何してるんだよ。風邪ひいたらどうするんだ？思わず強めの口調が口から出てしまった。俺の声にビクッと体を震わせたアスカが顔を上げる。その方は涙に濡れていた。すいません。つい泣かせてしまった。そう思った俺は反射的に謝罪の言葉を口にする。違うんです。あなたのせいじゃない。先日のお見合いの時とは全く違う。感情的な声と話し方に驚いた俺は一気に冷静さを取り戻した。それとは正反対に、アスカはポロポロと涙をこぼし、肩を震わせている。この寒空の下、泣いている女性を置いていくことはさすがにできない。とりあえず移動しましょう。格好も格好ですし、風邪をひいたら大変です。そう言って彼女を俺の車へと案内する。意外にも彼女は素直に俺に従ってくれた。後部座席へと座ってもらい、俺は車を発進させる。暖かい場所へ行けば少しは気分も落ち着くだろうしな。それにしてもとんでもないことになったな。バックミラーに映る目元を赤くしてうつむくアスカの顔を見ながら、俺は心の中でそっとため息をついたのだった。車で10分ほど走り、自宅マンションへと到着する。5階にある自宅にアスカを案内し、ひとまず座らせた。女性を家に招いたのなんて、一体どれくらいぶりだろう。その相手が見合い相手で破談を考えている彼女だということに、変な縁と緊張を感じているせいか、全く会話が思いつかない。互いに沈黙を続ける中、先に口を開いたのはアスカだった。東さん、ありがとうございます。例の言葉を再び口にしたアスカの表情は、ほんの少しだけ柔らかくなっているように見えた。いえ、偶然とはいえ、あんなところでお会いするとは思ってもいませんでした。本当にそうですね。しかも、お恥ずかしい姿を見せてしまって。そう言うと、アスカはうつむいた。照れているというよりは、申し訳ないといった感じが見受けられる。まあ、確かに驚きはしましたけど、いや別に悪い意味ではなくて、こういう時に何と返すのが正解なのかわからず、はははと笑って言葉を濁す。そんな俺を見て、アスカは本当にかすかだが笑みを浮かべた。俺の心臓がドキッと跳ねる。彼女の本性を見て幻滅したはずだったのに、ほんの少し見せた笑顔にほだされるなんて、女性への免疫がなさすぎる自分を笑いたくなる。そうだ。そのドレスとても素敵ですね。自分の心のざわつきをごまかすために、目についた彼女のドレスの話題を口にした。こうして間近で見てみると、高級そうな生地だけでなく、袖などに細かく美しい刺繍があしらわれている。そういえば、見合いの席で彼女は洋裁が趣味だと言っていた。ドレスを手作りできるのか、その方面に疎い俺にはわからなかったが、
話題が見つかったと、安心して彼女へと話を振る。もしかしてそのドレス、今野さんが作られたとかですか？洋裁が趣味だと以前おっしゃってましたよね。俺の言葉に、アスカの表情が曇っていく。あれ、俺、もしかして失敗した？このドレス、亡くなった母が私に残してくれたとても大切な形見なんです。そうなんですか？すみません。知らなかったとはいえ、俺の言葉に、アスカは静かに首を振った。気になさらないでください。母が亡くなったのも、もう10年以上も前のことですから。それに、東さんがこのドレスのこと褒めてくださって嬉しかった。家族からは古臭いって言われていましたから。そんなこと。刺繍も綺麗だし、レトロな雰囲気があって素敵ですよ。おしゃれとかど素人の俺が言っても説得力ないかもしれないですけど。ありがとうございます。母が若い頃に着ていたものなのですが、私にとってはとても大事なものなんです。そう言いながら、アスカが悲しげに微笑む。その表情に母親への思いみたいなものを感じて、胸がキュッとなった。私、パーティーに参加することはほとんどないので、手持ちのドレスがこの一着しかなくて。アスカが裾の方へと目線を移した。不思議に思った俺も、ついその視線を追いかける。薄暗い駐車場では全く気がつかなかったが、スカートの裾にそこそこ大きなシミがついていた。赤っぽく見えるので、今日のパーティーで出されていたワインだろうか。シミになってる。妹にワインをかけられて。アスカの言葉に思わず大きな声を出してしまった。そういえばそう言いながらあの時のことを思い出す。対面する二人を見かけた時、アスカは耐えるようにじっと動かなかった。そしてもう一人。マナの手にはワインの入ったグラス。その顔は笑っていた。東さん、あの場にいらしたんですね。偶然ですけど、まさかあの直前に？はい、このドレスを笑って、そしてワインを。その時のことを思い出したのか、アスカの白く小さな手がぎゅっと握られる。この大事なドレスを汚されたことだけは許せなかったんです。それで衝動的に水を。ひどいな。あの場面の真実を知って俺は思わずそう漏らした。アスカはどこか諦めたような顔で笑っていた。いつものことなんです。母が亡くなって父が再婚して、私の知っている家族ではなくなってしまった。それは新しいお母さんのせいってこと？よその家の家庭環境に口を出すのは失礼だと思いつつも、俺は聞かずにはいられなかった。俺の言葉にアスカは困ったように微笑む。いえ、その前から少しずつおかしかったのかもしれません。母が亡くなって父は塞ぎ込んでいましたし、マナはこちらが心配するくらい変に明るく振る舞っていて、それから2年後に彼女、涼子さんがやってきました。父が涼子さんを大事にしているのが伝わってきて、私もマナも母が亡くなった寂しさは癒えていなかったけど、涼子さんのことを受け入れたんです。そこまではどこの家庭でもあり得る話だと思う。しかし、今野家が他と違ったのはそこからだ。最初は涼子さんも優しくしてくれて、いい人と再婚できて家族になれてよかったって思っていたんです。でも、私が高校に上がる頃から涼子さんが塞ぎ込むようになって、気がつけば父とマナ、そして涼子さんから冷たく扱われるようになったんです。涼子さんが二人に何か言ったとか？わかりません。再婚してから涼子さんは本当に優しくしてくれたから、私にとってみたらいきなりのことで全然理解が追いつかなくて。でも、私が知らないところで涼子さんも苦しんでいたのかもしれません。その頃からマナは父と涼子さんから
盲目的とも言えるくらい可愛がられていました。彼女から語られる家族からの仕打ちはひどいものだった。学校は大学まで行かせてくれたものの、アスカの存在は家族の中で一番下。彼らの気分次第で無視され、馬鹿にされ、何をするにも許可が必要だったそうだ。それに対して妹のマナはどんなわがままも聞き入れられ、何でも買い与えられる。シミのついたドレスを撫でながら、アスカの瞳は揺れていた。マナは、あの子は寂しがり屋ですごい甘えん坊なんです。昔からいつも私や両親にくっついて歩いて、何をするにも一緒がいいって大騒ぎして、何か思い出したのだろうか。懐かしそうにふふっと笑い声をこぼす。その顔は穏やかで優しい。確かに小さい頃はそうだったのかもしれないが、大人になった今では自分に嫌がらせをしてくるような妹だ。憎んでもいいはずなのに、彼女からはそんな感情が伺えなかった。不思議に思いますよね。私もです。憎めば気が楽になるかもしれないのに、どうしても憎めないんです。今が辛いから昔の思い出にすがっているだけなのかもしれませんけどね。寂しげに笑うアスカを見て胸が苦しくなった。俺は兄弟こそいないものの、家族仲は良好な環境で育った。会社を経営していたとはいえ、祖父母も両親もごくごく普通の感覚の人たちで、ましてや家族間で差別だとか嫌がらせだとか、そんなことは一切なかった。だから正直、アスカの家庭環境を完璧に理解はできないし、本当にそんな家族が存在するのかと疑問が湧かないこともない。しかし、彼女が嘘をついているようには見えなかった。悪女だとか、いろいろと噂されているが、実際にこうして話していると、彼女からそんな雰囲気はみじんも感じられない。むしろ、俺の印象は真逆で、丁寧で低い物腰、寂しげな横顔。耐え忍んで、今の状況を必死に受け止めているその姿は、思わず抱きしめたくなるほど、可憐で儚げだった。でも、やっぱり辛いから、あの家を出ようと思ったんです。そんな時に、父と涼子さんからお見合いの話が出て。じゃあ、俺とのお見合い話って、不思議だったんだ。どうして俺なんかに見合い話が来たのか。彼女の両親からすれば、もしかしたら邪魔者の彼女を追い出したかっただけなのかもしれない。そして彼女も、俺なんかと見合いしてでも家族と離れたかったのだ。結婚を利用して。確かに、きっかけはそうでしたが、実際にお会いしたら、東さんがとても素敵な人だったから。そこまで言うと、アスカは顔を真っ赤にして、頬を両手で押さえている。俺、あの日いいところなんてゼロだったと思うんだけど。そんなことないです。いいところしかありませんでした。紳士的で優しくて、私、すごく緊張してしまって、全然喋れなかったのに、私の話をしっかりと聞いてくださって、それに何より。一気にそこまで言うと、いきなりもじもじし始めた。私、体の大きな人がタイプで、東さんは、私の理想を具現化したような人で。父から引き継いだ後は社長業が主だが、その前までは修行も兼ねて、ずっと現場で働いてきていたので、筋肉質ではある。まさかそれが、今こうして功を奏すとは思いもよらなかった。顔を真っ赤にしながら、身を固くしているアスカを見て、俺はたまらず吹き出していた。東さん？いや、ごめん。まさか、そんな風に思われているとは思わなくて。俺の反応に目を白黒させている彼女が可愛らしくて、心の奥から、これまで感じたことのない感情が湧き上がる。アスカさん。はい。名前？いちいち反応しては、あわあわしている姿が可愛くて、また笑い出しそうになるのを必死にこらえる。真剣な俺の気持ちを伝えるのだから、ヘラヘラするわけにはいかない。俺と、結婚を前提に付き合ってください。アスカさんの話を聞いて、俺ができることがあるなら、
何でもしてあげたいって思ったんだ。それが結婚という道なら、利用されても全然構わないって。俺の言葉にアスカの顔がこわばる。おそらく最初は彼女もそのつもりだったんだと思う。俺との結婚を逃げ道にする。つまり、俺のことを利用するつもりで、この見合い話に乗ったのだろう。でも、それはアスカさんに同情したからじゃない。他の女性が相手だったら、気の毒だと思いながらも断ってる。相手がアスカさんだから、それでもいいって思ったんだ。東さん。アスカさんは褒めてくれたけど、俺はガタイがいいだけでかっこよくもないし、それに、経営してる会社は倒産の危機で、いつもんなしになってもおかしくない。自分でも思うけど、正直、結婚相手としては外れだと思う。そんなことないです。はは、ありがとう、アスカさん。そんな風に色々と足りない俺だけど、大切だと思う人への愛情は、誰よりも負けないつもり。俺にとって、大切な人っていうのは、家族や友人、仲間のこと。家族？アスカさんは、真剣な顔で俺の言葉を噛み締めるようにつぶやいている。アスカさんと今日、こうして話して、少しだけだけど知ることができて、アスカさんと家族になりたいって思った。俺はそこで言葉を区切ると、アスカの顔をまっすぐに見つめる。俺の真剣な思いが伝わることを願って。アスカさんのことを守りたいって思ったんだ。だから、俺と付き合ってください。そして頭を下げた。東さん、本当に？涙声のアスカの声が聞こえてくる。その声に、かすかな希望を感じながら俺は顔を上げ、そして、彼女の問いに答えるように力強くうなずく。嬉しいです。そう言って、アスカは泣き崩れた。両目からは、止めどなく涙が溢れている。俺は思わず彼女の隣へ行き、その体を抱き寄せた。見た目よりもずっと細く、俺のバカ力では壊してしまうんじゃないかと思うほど儚げで、できる限り優しく触れるように心がけながら、彼女の体を自分の腕の中へと収める。すると、少し落ち着いたのか、腕の中から、アスカが小さな声で、和臣さん。俺の名前を呼んだ。その声に、自分の体がカッと熱くなるのがわかる。胸から湧き上がる嬉しさで、ついつい彼女を抱きしめる腕に力が入ってしまった。苦しいかもです。ごめん。慌てて体を離そうとした俺を、アスカの細い腕が引き止める。離れないで、お願い。アスカさん。私、これからあなたの役に立てるように頑張ります。真剣な表情でそういうアスカに、俺は首を振った。違うよ、アスカさん。え？不安そうな表情を浮かべるアスカに、俺は微笑みかけた。もう一人で抱え込まなくていいんだ。一緒に頑張ろう。あ、はい。俺の言葉に、アスカは嬉しそうに顔をほころばせた後、俺の胸へと顔をうずめた。くすぐったいような恥ずかしいような不思議な気持ちだったが、心の中が温かくなるのを感じる。和臣さん、ありがとう。胸のあたりからくぐもった彼女の声が聞こえる。その穏やかな声になぜか涙がこぼれそうになる。こちらこそありがとう。そして俺は腕にほんの少しだけ力を込めて、愛しい彼女のことを優しく抱きしめた。翌日、俺は双方の実家に結婚を前提とした交際をする旨を正式に伝えた。俺の両親は驚きながらも涙を流して喜んでいたが、今野家からは了承するから家には来なくていいとの電話が一本よこされただけだった。ぶしつけなのを承知で結婚を見据えて一緒に暮らしたいと申し出たら、それもあっさりと承諾をもらうことができた。まあ、こちらとしては一刻も早くアスカを家族から離したかったので、いろいろと好都合だったのだが、こうして俺とアスカは一緒に暮らし、仕事も手伝ってもらうことになった。従業員たちにアスカを紹介した時の彼らの顔は忘れられない。みんなの顔に嘘だろと書いてあったからだ。まあ、こんな美人と
俺みたいな熊男の組み合わせは想定もしていなかっただろうから仕方ないのだが、私生活はそんな風に順調に動き始めたので、その勢いで会社の経営までも好転とはいかなかった。相変わらず苦しい経営は続いていた。そんなある日のこと、アスカから話があると呼ばれて社長室へと向かった。テーブルの上には提案書と書かれた紙が何枚も置かれていた。企画者の名前は様々で、アスカの名前もあった。これって、会社のみんなと話しているうちにアイデアがたくさん浮かんできてね。それで、和臣さんに相談したかったの。弾むような声のアスカの言葉を聞きながら、俺はそれらの紙にざっと目を通す。内容まで精査できてはいないが、付箋でメモが書き加えられた書類も多い。慣れない仕事や新しい人間関係に加えて、俺の体調管理を含めて家のことまでやってくれていたアスカが、会社のためとはいえ、ここまでのことをしてくれたのは嬉しかった。でも正直、オーバーワークなんじゃないかと心配になる。気持ちは嬉しい。でも無理はしなくていいんだよ。大丈夫よ。確かに忙しいし大変だけど、私、すごく楽しいの。彼女のはつらつとした笑顔は、キラキラと輝いているように見えた。しかし、無理をさせているのではないかと思うと気が気じゃない。辛い思いをしたんだから、今くらい少し楽に生きたって、罰は当たらないはずだ。アスカ、家でゆっくり過ごしてくれても構わないんだよ。気がつけばそんな言葉をかけていた。しかし、アスカは首を振った。和臣さん、私は大丈夫。もう、あの頃の私とは違うから。その力強い言葉と、瞳に言葉を飲み込む。確かに、家にいた頃は何をするにも監視されているみたいで、息苦しくて辛かった。でも、ここは違う。私のことをみんなが尊重してくれて、話を聞いてくれる。間違ったことをすれば、ちゃんと正してくれるし、逆にうまくできた時は、私以上に喜んでくれたりもする。とっても温かい人たちばかりだわ。そんなにみんなと仲良くなってたのか？ええ。いろんな話をしてくれてね。もしかしたら、和臣さんよりも、私の方がみんなと仲いいかもよ。アスカは茶目っ気たっぷりにウインクした。その可愛らしい姿に思わず笑ってしまう。それと同時に、この短期間によくここまで従業員たちと打ち解けられたな、と感心もする。家へ来たばかりのガチガチに緊張したアスカからは想像もつかなかった。その頃のことを思い出して、俺は思わずハッとした。さっきの俺の発言、家でゆっくりしていれば、俺自身は彼女を心配していったつもりだった。彼女を思う気持ちは本当だ。そんな俺に対してアスカは大丈夫と笑っていた。その笑顔は心からの笑顔だと俺にもわかる。それにもかかわらず、俺は彼女の意志を封じて、家の中というカゴの中に閉じ込めようとしていた。それって、彼らと何も変わらないじゃないか。落ち込んでうつむきそうになる俺の手を、アスカは優しく包み込んで微笑んだ。アスカ。和臣さんの優しさは、ちゃんと私に伝わってる。大丈夫。その言葉を聞いて、俺は思わずアスカを抱きしめていた。ごめん。俺が一番わかってるはずだったのに、ごめん。謝らないで、和臣さん。優しいアスカの声が、俺の心に染み渡っていくようだった。ねえ、覚えてる？え？頑張るのは一緒に、でしょ？和臣さんが頑張っている姿を毎日見送っているんだもの。私だって頑張りたい。アスカに交際を申し込んだ日、一人で抱え込もうとする彼女に向けて言った俺の言葉だ。和臣さんが私のことすごく心配してくれるのは嬉しいの。でもね、私にもできることがあるのなら頑張りたい。アスカは少し恥ずかしそうにしながらも、はっきりとした声で言った。和臣さんと一緒に生きていくのなら必要なものだと思うから。アスカ。和臣さんや会社のみんなと過ごすうちに私の中から生まれた大事な気持ちなの。だから、和臣さんには
和臣さんだけには分かってほしい。以前のような自信のなさは、今のアスカからは感じられなかった。俺が言うのもおこがましいが、この数日間でアスカは成長したのだと思う。彼女を守りたい気持ちは変わらない。でも、アスカは、俺の大切な人は、ただ守られるだけの弱い人ではなく、共に道を歩む、心強いパートナーなんだ。俺が間違ってた。アスカ、ありがとう。和臣さん。俺の言葉に、明るい笑顔を見せたアスカの方を優しく撫でる。それが合図かのように、アスカがゆっくりと目を閉じる。俺は、ドキドキしながら、顔をゆっくりとアスカに近づけ。ちょっと、押さないでくださいよ。静かにしないと気づかれちゃうってば。社長室のドアの向こうから声が聞こえた。アスカにも聞こえていたようで、互いに顔を見合わせる。そして、俺たちは静かにドアを開け放つ。従業員たちが社長室へとなだれ込んできた。みんな気まずそうな顔で愛想笑いを浮かべている。俺は盛大なため息をついたが、アスカは楽しそうな笑い声を上げた後、ちょうどよかったです。みんなで一緒に和臣さんにプレゼンしましょう。両手をパチンと叩き、いそいそと提案書をまとめ始めた。それを見たみんなもワイワイ言いながらアスカの元へ集まっている。さっきまでの甘い雰囲気は一瞬にして吹き飛んでしまったが、こんなにも活気のあるみんなを見るのは本当に久しぶりで、俺もいつの間にか笑っていた。こうしてみんなで話し合いながら、東産業の再起をかけたプロジェクトが始動した。それは長年培ってきた金属加工の技術を応用した新しい繊維の開発だった。発案はアスカだ。工場内にあった様々な形状の金属部品を見ているうちに、それらがなぜか生地のように見えたらしい。洋裁が趣味のアスカだからこその発想だったのかもしれない。開発は困難を極めたが、職人さんたちの知恵と技術のおかげで、なんとか試作品を作ることに成功。そこから何度も試行錯誤を重ねて、ようやく新たな繊維、アズマファイバーが完成した。それを、俺を含めた営業担当たちが各社へ売り込みに行く。その中でも、アスカの働きは見事なものだった。元々の性格である丁寧さや物腰の柔らかさから、営業先の担当者からも評判は良く、また、チーム内でも、こまごまと動いてくれる彼女のおかげで、みんなが効率よく動くことができた。しかし、新しいものということで、理由もなく敬遠されたり、批判されたりと、冷たい対応をされることもしばしばあった。正直、心が折れそうになることも、本当にこれで良かったのかと迷いが生まれることもあった。でもあの時、みんなが頑張れたのはアスカの存在が大きかったと思う。決して諦めないその姿勢と、どんなに忙しくても楽しそうに働く。彼女の姿は、俺だけじゃなく、全従業員の心に響くものがあった。長くかかったものの、地道な営業活動のおかげで少しずつ広まっていた製品が、次第に受け入れられ、認められるようになってきたと感じ始めた頃、工業製品などに詳しいとあるインフルエンサーが、アズマファイバーのことを紹介してくれたことがきっかけで、認知度が一気に爆発した。そこからは、会社の電話やネットがパンクするかと思うほどの問い合わせが入り、次々と契約が決まっていった。東産業の名前がメディアでも業界内でも大きく取り扱われるようになったおかげか、元々の事業でもある工業部品などの部門にも問い合わせが増え、以前の取引先とも再契約が結ばれ、見事に会社の経営状況は復活した。いや、復活どころではない。創業以来の業績を上げ、ボロボロだった会社を立て直すことに成功したのだった。そんな快進撃の最中、突然アスカの妹から会社を通して俺宛てに連絡が入った。お姉ちゃんに謝りたい。どうか間に入ってほしい。何を今更と、俺は正直腹が立ったが、アスカが会ってもいいと言ったので、しぶしぶ了承の返事をした。
そして約束の日。立ち会いたかったが、アスカからやんわりと断られ、仕方なくすぐ近くで二人のことを見守った。泣きながら謝るマナを、アスカは優しくなだめていた。それから少し話した後、マナが立ち去った。時間にして、わずか10分足らずの出来事だった。たくさん謝ってくれたから、私はマナの言葉を信じることにしたの。それでいいのか？もし騙されていたら。それでもいい。滑稽に映るかもしれないけど、やっぱり私はマナのことが、家族のことが大事だから、突き放すことなんてできないって気がついたの。アスカの言葉に、いろいろと思うことはあるが、俺はその言葉を全部飲み込んだ。アスカが決めたことだ。俺はそれを応援すると決めた。そうか、わかった。でも、辛くなったらちゃんと俺を頼ってくれ。それだけは約束してほしい。うん、約束する。ありがとう、和臣さん。アスカは微笑んだ。その表情に迷いはなかった。姉妹の話し合いには少しだけ続きがあった。どうやら、今の義賢がうちとの取引を行いたいらしく、場を設けてほしいという内容だった。今の義賢とは古い付き合いではあるが、うちが好調な時はすり寄り、うちが落ち目になるとさっと離れていく。細く長く、切れない程度につながっておく。そうやって世の中を渡ってきた会社なのだと思うが、いいように扱われるこちらとしては面白くはなかった。しかし、婚約者である彼女の実家をないがしろにするわけにもいかないので、しぶしぶながら了承した。あれから数日後のこと。取引先との打ち合わせを終え、俺は会社の隣にある駐車場にいた。車から降りたその瞬間に声をかけられる。和臣さん。マナさん？そこにいたのはマナだった。なぜ彼女がここにいるのかわからず、眉をしかめる。今日は仕事のご相談があって。相談ですか。では、車内でお話を聞きましょう。そう言って彼女を案内しようと前を向いた時だった。俺の首にマナの腕が回される。そして、マナの顔が近づいてきたと思った瞬間、マナの体を引き剥がす。何の真似だ。低い声でそう尋ねるが、マナは不敵な笑みを浮かべるだけだった。そして、やっほー、お姉ちゃん。そう言って、手をひらひらと振っている。マナ。そこにはアスカがいた。アスカ？どうして？和臣さんが帰ってきたのに気がついて、迎えに。それで、婚約者と妹のいけないシーンを見ちゃったわけだ。触れてもいないだろう。照れなくてもいいのに。楽しげな声を出すマナを思わず睨みつける。しかし、マナは俺の方を見向きもせず、呆然としているアスカの方へと歩み寄る。ねえ、お姉ちゃん。今どんな気分？悔しい？どうなる？それとも取り乱す？ねえ、なんとか言ってよ。何も言わないアスカの周りを、くるくるとスキップしながら回るマナ。完全に煽っている。マナ？なーに？そんなことしても無駄よ。もう私は、そんなことくらいじゃ揺らがない。アスカはそう言うと、俺の方へと歩いてきた。そして、背伸びをして、俺の唇に自身の唇を重ねた。アスカ。突然のアスカの行動に、マナも理解が追いついていないようで、口をポカンと開けたままフリーズしている。そして、俺はというと、ほんの一瞬だったが、唇に残る柔らかな感触を思い出して、ほうけていた。和臣さんは渡さない。はぁ？何言って。あのドレスと一緒。私の大事なものだから渡せない。だからごめんね。なんで？アスカの言葉を聞いて、マナの肩が震え出した。俺はとっさにアスカの前へ出て彼女を背中にかばう。しかし、そんな俺を押しのけて、アスカはマナへと歩み寄る。マナ、なんでそうやって謝れるのよ。あんなにひどいことした私に、どうして？マナはそう叫ぶと、その場に泣き崩れた。アスカは、そんなマナの肩を優しく抱いている。小さい頃から綺麗で優しくて、勉強もできて、いつもみんなの中心にいるお姉ちゃんのことが
羨ましくて仕方なかった。お姉ちゃんといると自分が子供っぽく思えて嫌だった。だけど、お姉ちゃんと一緒にいるのは心地よくて好きだった。大好きだったけど、それと同じくらい大嫌いだった。でも、そんなぐちゃぐちゃな感情を持ってる私にも、お姉ちゃんはいつも優しくて、だからずっと辛かった。そうだったんだね。辛くて泣いてるとお母さんが言ってくれた。マナはそのままでいいのよって。でも私には意味がわからなかった。お姉ちゃんみたいになりたいのにそのままでいいってどういうことって。お母さんから教えてもらう前に、お母さんは天国に行っちゃった。アスカの瞳も揺れていた。俺は抱き合う二人にかける言葉も見つからず、ただ彼女たちの会話を聞くことしかできなかった。私、お姉ちゃんみたいに、お姉ちゃんになりたかった。お姉ちゃんの真似をすればなれると思ってたけど、いつの間にかお姉ちゃんを見下すことで自分がお姉ちゃんより偉くなれたって勘違いしてたの。ごめんなさい。謝らなきゃいけないのは私の方だ。ごめん。お姉ちゃん、ごめんなさい。マナ、私も全然わかってなかった。私にとってマナはいつまでも可愛くて、まだまだ子供だと思ってた。でも、本当はずっと小さい頃からマナはいろんなことを考えてたんだね。抱え込んで苦しかったんだね。気づかなくてごめんね。お姉ちゃん。夕日が差し込む駐車場で、二人は抱き合ったまま声を上げて泣いていた。何年分の涙だったのだろう。和臣さん、失礼なことをして申し訳ありませんでした。つきものが落ちたかのように穏やかな表情になったマナが丁寧に頭を下げる。目は腫れて、頬も涙の跡でガサガサになっていたし、綺麗に整えられた髪もメイクもボロボロになっていたが、その顔はアスカとはまた違う美しさを持っていた。落ち着いたみたいでよかった。はい、ありがとうございます。今日のこと、お姉ちゃんのこと、私の気持ち、父と涼子さんにしっかり話そうと思います。そうか、無理はしないように。ありがとうございます。俺の言葉に、マナはかすかに微笑んでいた。優しく穏やかな笑顔で、どこかアスカの微笑みと似ている気がした。そして、もう一度頭を下げると、マナは振り返ることなく立ち去っていった。彼女の後ろ姿を見送りながら、アスカがぽつりと言った。これからは普通の姉妹になれるかな。俺はアスカの冷たくなった手を包み込んだ。今の二人ならきっとなれるよ。焦ることなんてない。ゆっくりでいいんだからさ。そうだね。これからはお互いの顔をまっすぐ見て、ちゃんと向き合っていかなくちゃね。そう言って微笑むアスカの目尻に涙が溢れる。俺はその涙を指で優しくすくってキスを落とす。くすぐったそうに身をよじった彼女を抱きしめると、今度は互いの唇を重ねたのだった。あれから1週間後のこと。アスカのもとに父親と涼子さんから謝罪の手紙が届いた。アスカの話によると、高校生になったアスカの容姿が亡くなった母親にそっくりで、再婚相手だった涼子さんの不安が大きくなったらしい。突然やってきた他人の自分を受け入れてくれた優しい姉妹と、家族になるため何年も努力して築いてきたものが足元から崩れるような恐怖。何があっても亡くなってしまったあの女性には勝てないのかと、当時の涼子さんはそう思ったそうだ。そしてやってしまったことは、母親に似たアスカを隅に追いやり、愛した人に似たマナを可愛がること。父親も涼子さんの心が壊れかけていたことに気づきながらもそのままにし、甘つさえ加担し、彼女の心の闇を深くさせてしまった。秀でた姉よりも自分を可愛がってくれたことに喜びを感じたマナも、そして声を上げないことが優しさだと勘違いして耐えることを選んだアスカも、全員が何かを少しずつ間違えてしまった。涼子さんとマナはお父さんに付き添われながら病院へ通うことを決めたそうだ。
時間はかかるかもしれないが、いつか彼らが笑って過ごせる日が来ればいいと思う。綺麗事だというのはわかっている。でも、それが俺の大切な人が望む未来だから。俺もその未来が訪れることを願っている。会社の方はというと、アズマファイバーの大ヒットのおかげで業績がぐんと伸びたため、古くなった会社と工場を新しくすることを決めた。父の代ではいろいろな土地に工場や支社を作ったようだが、俺はまずこの会社の設備を整えて、これまで会社を支えてくれた従業員のみんながストレスが少ない環境で快適に仕事ができるようにすること、第一の目標にすることに決めた。ここに来たばかりの頃のアスカがみんなと仲良くなるために休憩のお茶タイムに混ぜてもらっていた時にいろいろと要望があったらしい。まずは最年長の職人さんたちの体をいたわるためにマッサージ機を導入しようと画策中だ。和臣さん、マナから手紙届いたよ。こっちは和臣さん宛てだね。またか。あの一件以来、俺はなぜかマナさんに懐かれてしまい、こうしてアスカ宛ての手紙と一緒に俺宛ての手紙まで送られてくるようになった。内容はいわゆるラブレターというやつだ。今日も便箋には可愛らしいハートマークがたくさん書かれている。ねえアスカ、これなんとかならない？あの子結構強情なところあるし、ハマると長いのよね。アスカは特に気にしていないのか、マナを止める気配もなかった。姉妹間でどんな協定が結ばれているのかわからないが、送られる俺の身にもなってほしい。俺はアスカ一筋だというのに。彼女、華奢な王子様がタイプなんじゃなかったっけ？俺がそうぼやくと、アスカが俺の膝に座って胸に顔を寄せてくる。和臣さんは十分素敵な王子様よ。華奢じゃないけど、そこがまた素敵だわ。お褒めいただき光栄です、姫様。俺は少しおどけた口調でそう言うと、立ち上がってアスカを抱き上げる。いわゆるお姫様抱っこというやつだ。和臣さん、ちょっと下ろして。私重いから。アスカは恥ずかしがってジタバタしているが、俺は構わず彼女をベッドまで運ぶ。全然軽いよ。そうだ。こうやってアスカをベッドまで連れてくることを日課にしようかな。もう、和臣さんのバカ。ぎゅっと俺の首にしがみつくアスカが可愛くて仕方ない。俺は彼女の赤くなった方にキスをして、部屋の明かりを落としたのだった。たとえ家族であっても、ほんのちょっとのすれ違いで、うまくいかなくなることがある。大切だからと、手元に厳重に保管してしまっては、息苦しくて耐えられなくなってしまう。俺はアスカと出会って、彼女と共に過ごす中で、一度は間違えそうになったけれど、相手を信じることの大切さを学んだ。信じることで、持っている力は何倍にも大きくなるし、心だって何倍も強くなる。相手と確かな信頼関係を結ぶこと。俺は今自分の近くにいる人たち、そしてこれから新たに出会う人たちと、そういった関係を築けるように努力していきたいと、そう思ったんだ。